どうも皆さんこんにちは。福井の映像屋さんの木野です。本日は Web 制作で必須のプログラミング言語 JavaScript に関する内容です。プログラミングの勉強を始めたばかりの方やこれから始めようと思っている方は変数という言葉をよく聞くと思うのですが、その変数についてご説明させていただこうと思います。このチャンネルでは Web 制作や動画制作、AI など様々な情報を初心者の方向けに発信していますので、クリエイターを目指している方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。まず今回使用する VS Code というエディターやコンソールログという機能については別の動画で紹介していますので、 JavaScript は初めてだという方はまずはそちらの動画からぜひご覧ください。では右側に VS Code、左側に Google Chrome を開きましょう。ファイル作成アイコンをクリックして、まずは JavaScript を読み込むための index.html ファイルを作成します。そしてびっくりマークを入力して予測変換の一番上のものを選んで HTML のひな形を呼び出します。ボディタグの中にスクリプトタグを記載しましょう。そしてこの位置にソースイコール index.js と記述します。まだ存在しないファイルなのでカーソルを合わせるとフォローリンクという表示が出てきます。こちらをクリックしましょう。ポップアップが表示されるのでクリエイトファイルをクリックします。これで JavaScript のファイルが作成できました。では変数の話に移ろうと思います。変数にはlet というものと const というものがあります。細かく言うとlet は変数、const は定数と呼ばれます。変数の中に変数と定数があるのはややこしい話だと思いますが、それぞれの違いは後ほど説明していきます。ではlet から順に実際に使っていきましょう。let キノコイコール7と記載します。let というのが変数の宣言で、キノコという変数名の箱に数字の7という情報を代入するという記述になります。この行より下に書いていくコードでは、キノコという記述をすると数字の7として働くようになります。簡単な数学に置き換えて考えてみると、x イコール7の時、4たす x という足し算の答えは11になるみたいなイメージです。ではコンソールログを使ってブラウザにキノコを読み込んでみましょう。カッコの中にキノコと記載します。ではindex.html をブラウザにドラッグ&ドロップしましょう。F12 キーを押してブラウザに検証ツールを表示させます。するとコンソールの中にキノコではなく7が表示されています。キノコが7として働いている感じですね。ではこの7をこんにちはに書き換えてみましょう。ブラウザを更新するとコンソールにこんにちはと表示はされずエラーになりました。実はこれはこんにちはという文字が数字の7とは違った形式のデータになるためです。数字の場合にはそのまま数字を書けばよかったのですが、こんにちはのような文字の場合にはシングルクォーテーションで囲ってあげる必要があります。再度ブラウザを更新しましょう。今度はエラーにならずこんにちはと表示されました。プログラミングの世界では7のような数字は数値というデータ型、こんにちはのような言葉は文字列というデータ型と呼ばれます。それぞれで扱いが異なってきますので覚えておきましょう。ではレッドの説明に戻ります。
レッドで宣言した変数の中身は同じファイルの中で後から書き換えることも可能です。コンソールログの下にキノコイコール800と記載して、さらにその下でコンソールログキノコを記載しましょう。ブラウザを更新します。するとこんにちはの次に800が表示されました。最初はキノコはこんにちはというデータを持っていたので、その下のコンソールログではこんにちはとして表示がされたのですが、その後中身が800に書き換えられたので、2度目のコンソールログでは800として表示された感じです。プログラミングでは基本的に上から順番にコードが機能していくということも重要なポイントなので覚えておきましょう。では次にコンストを使ってみたいと思います。先ほどと同じような感じで、今度はうどんという変数名の箱にこんばんはという文字列のデータを入れましょう。コンソールログでうどんを表示させてみます。ブラウザを更新しましょう。はい、3つ目にこんばんはが表示されました。ここまでは先ほどと同じですね。ではうどんの中に900を再代入してみましょう。再度コンソールログでうどんを表示させてみます。ブラウザを更新しましょう。すると赤色でエラーが表示されました。20行目がエラーになっていると記載されています。最初に話した変数と定数の違いになってくるのですが、定数コンストの場合は後から中身を書き換えることができません。書き換えることはできないというとネガティブに聞こえるかもしれませんが、後から間違って書き換えられてしまうことがないという特徴だと思っていただいても良いと思います。作るプログラムや一緒に作るメンバーでのルールに合わせてレッドを使うのかコンストを使うのか決めていくようにしましょう。では変数レッドとデータ型数値を使って最後にもう一つ動作を見てみましょう。キノコの中に100足す200という数値の計算式を再代入してみます。コンソールログで3回目のキノコを表示させてみます。ブラウザを更新しましょう。はい、コンソールには100足す200という表示ではなく、合計値の300という数値が表示されました。数値と文字列の違いにはこういった点もあるということを覚えておきましょう。以上が今回の変数に関する説明になります。いかがでしたでしょうか。変数やデータ型は実際にはもっと深くて複雑なのですが、まずは初心者の方は今回ぐらいの内容をもとにいろいろコードを書いてみて試していただけると良いかなと思います。このチャンネルでは Web 制作をはじめ動画制作や AI など様々な情報を発信しています。もし分かりづらかった点があったり取り上げてほしい内容などがございましたらコメントをいただけますと幸いです。またチャンネル登録と高評価もぜひよろしくお願いいたします。